で一回豚肉ひっくり返します。うわー、いい感じですね。もうこのオイルのですねソースをもうパスタ一本一本にまとわせて。はい、こんにちは、シェフのファビオです。今日は厚切りベーコンのペペロンチーノを作っていきます。はい、それでは材料紹介です。スパゲッティーニ、ニンニク、唐辛子、イタリアンパセリ、豚バラ肉、水、塩、きび砂糖、ニンニクのスライス、黒胡椒、オールスパイス、オリーブオイルです。はい、それでは今日はペペロンチーノシリーズということで、厚切りベーコンを使ったアーリオオリオペペロンチーノを作っていきます。でこのパスタはですね、もちろん市販のベーコンでやっていただいても十分に美味しいんですけど、今日はですねちょっとスペシャルで即席のベーコンを作って、そのベーコンを使ってスペシャルなアーリオオリオを作っていきます。でベーコン作りってそもそもすごく何週間も完成までに時間がかかるもので、さすがにですね塊肉買って何週間もかけて作れないよ、でも美味しい自家製のベーコン食べたいっていう視聴者の方のためにですね、今日は即席で作れるスーパーの焼肉コーナーとかにあるような豚カルビを使って即席で作るベーコンの作り方を編み出したので、その作り方でこれから早速作っていきます。はい、ではまずですね、通常のベーコンというのはもうこれスーパーに売ってるんですけど、豚バラ肉のこの塊使います。で期間はですね 1,2 週間ぐらい、かなり時間がかかるやり方をするんですけど、今日はこれもスーパーの焼肉コーナーにあるこの豚バラ肉の気持ち厚めのものです。これを使ってもうですね 4,50 分あれば作れる即席ベーコンを作っていきます。はい、それではですね、最初に即席のベーコンを作る時に、ベーコンもそうなんですけど、ソミュール液って言ってこの豚を漬け込む液を作っていきます。でまず水です。で塩で、その半量ぐらいのですね砂糖、これは三黄糖とか、僕はきび砂糖でやってます。普通の砂糖でも大丈夫です。でこのソミュール液はベースはこれです。水と塩と砂糖と、でそこにベーコンのですね独特な香りとかパンチとかあると思います。そのパンチがですね、ニンニクのスライス1かけ分と粒胡椒ちょっと入ります。であと決め手なのが、これスーパーにも売ってます、オールスパイスっていうスパイスで、これ中にはナツメグとシナモンとクローブ、この3種類のスパイスが入っていて、これが入るとですね豚肉とか加工品のですね奥行きが出るので、これを2振りぐらいポッポッ、これぐらい入れてもう火をつけて、でこれでやらなきゃいけないのは、この砂糖と塩を液体に溶け込ます工程なので、沸かす必要はないですけど、熱くなってこの塩と砂糖が溶けるまで加熱していきます。はい、そしたらですね、外が沸いてきてもう塩と砂糖溶けてます。そしたら火を止めて、そうするとですね、もうこれはなんか肉漬け込んだらもう美味しそうな香りがするんですよ。これが基本のハムとかですね、加工肉作る時の肉を漬け込む液、ソミュール液です。でこれをですね冷ましていきます。でこの熱々のソミュール液をですね、このボウルかなんかに入れて、これで液を冷ましていきます。でまずはですね、この豚バラの厚切りをバットに並べてもらって、で燻製にかけていくんですけど、燻製にかける時は空炊きができるこのフライパン、鉄フライパンとかが一番よくて、他にも燻製マシンとかあるんですけど、今日僕は鉄フライパンでやっていきます。で鉄フライパンの中に燻製チップ入れて、で火をつけて、でこれでチップをですねいっていくと煙が出るので、その煙でベーコン、豚バラ肉をいぶしていきます。で最初も強火でこう揺すりながらやってたらチップがどんどん焦げていくので、その状態まで火を上げていきます。今周り煙が出てきました。そしたらこう揺すりながら徐々にチップに色をつけていきます。はい、それではだいぶですね煙出てきました。そしたら火を切って、でこの上にベーコン、豚バラ乗せて、フライパンをかぶせて、
でこの状態ですね、10分いぶしていきます。燻製の時に一番大事なのは豚が乾いているってことが大事で、豚がですね湿った状態とか濡れてる状態で燻製にしちゃうと香りがつきづらいので、このまま燻製にかけて、それからソミュールにつけるっていうやり方をしていきます。はい、それでは10分経ったので、今はですね豚にしっかりもう燻製のいい香りがまとってベーコンの香りがするんですけど、この燻製したチップはですね、まだ黒焦げになってないので、まだ取っといて、また次やる時とかにですねもう1回分使えるっていうのと、あとは機材がない時とかフライパンでかぶせてやるんですけど、今日これかぶしてたのは理由があって、アルミパンでかぶせたので、このアルミパンにも今燻製の匂い香りがついてるんですよ。ここでパスタ作っていきます。で先ほどのソミュール液をですねジップロックのこの袋に入れて冷ました状態のものです。でこの中に豚肉を漬け込んでいきます。はい、それではこのソミュール液に浸かった状態で、ここから30分漬け込みます。そうするとこの塩とですね砂糖のベースがこの厚みの肉にちょうど入るので、30分漬けたら次の工程に入っていきます。はい、それでは今30分漬け込んだこの豚バラ肉をちょっとペーパーに取り出して水分を切っていきます。すごい綺麗な色してますね。でここでしっかりとこの水分を拭き取る。で今日はですねこの2枚分使っていくんですけど、この余ったやつとかはですね、このまま冷蔵庫に入れて乾燥させたら、1週間ぐらいですねしっかりと乾いた状態になると、これは昨日やったベーコンなんですけど、徐々に乾いていってですね、より本格的なベーコンに仕上げることができるので、この余ったやつも冷蔵庫で乾燥させながら使ってみてください。はい、それではパスタソース作っていきます。先ほど燻製のちょっと香りがついたフライパンです。ここにお塩オリーブオイルで、今日はですねこのニンニクをすりおろします。で唐辛子の辛みも今日は2本ぐらい入れちゃいましょう。でここで加熱していきます。でこれからですねこのすりおろしのにんにく徐々に温度を上げていくんですけど、今日このすりおろしにした理由は、ベーコンのペペロンチーノってちょっと想像した時にチェーン店のパスタ屋さんだったりとかコンビニのイメージがあると思うんで、ちょっと今日はですねそのイメージに合わせてしっかりとしたパンチを出していきたいので、すりおろしにしてます。はい、それではふつふつしてきたので、すりおろしのにんにくの場合は通常のみじん切りとかと比べてそこにですね結構当たりやすいので、そこを混ぜながら、火はですね必ずごく弱火です。ごく弱火でもうじっくりとですねこのにんにくのパンチを出してあげるイメージで加熱していきます。でにんにくがですねふつふつしてきたら、じっくりと加熱しながらこっちパスタを茹でるお湯でベーコンを茹でていきます。で今塩は 1% ぐらい、この2リッターに対して20から 25g ぐらい入った中にですね、先ほど拭き取ったこのベーコン、これを40秒ほどですね茹でて、でマリネしてですねこの塩分がベーコンにしっかり付着しているので、気持ち茹でて火入れながらもちょっと塩を落とすイメージで茹でるとですね、この後フライパンでソース合わせていった時にちょうどいい味わいになるんですよ。はい、それではですね40秒ほど経ったので、これで火入れもほぼ完了している状態で、なおかつ塩も軽く抜けて理想の状態になりました。でこのままですねこのお湯の中でパスタ茹でていきます。今日はですねオイルに和えるパスタ料理になるので、パスタ自体がしっかりと美味しいブロンズダイスの 1.7mm のスパゲッティーニを茹でています。でこの茹でたベーコン、再度ペーパーでしっかりと水分切ります。でここでですねしっ
かりと水分を切らないと、この後この即席ベーコンに焼き色をつけるというフェーズなので、しっかりと水分を切ったものをこのオイルソースの中に加えていきます。でもうこのニンニク自体ですね、ちょっとシャカシャカして軽くなって色が乗ってる状態です。でこれを豚肉にまとわせながらですね、これでちょっと傾けた状態で豚肉を焼いていきます。今香ばしい香りが立ってます。で温度が上がるとですね、この燻香がしっかりと上がってくるので、一回豚肉ひっくり返します。いい感じですね。カリカリに焼けてきました。でニンニクも今しっかりともう香ばしい香りが立ってます。そしたらですね、火を切ってちょっと少し温度を下げていきます。で豚肉のですね、今この温度が上がっていって泡がすごい出てるんですね。この泡が落ち着いてきたらパセリを加えていきます。はい、それでは泡少し落ち着いてきたので、ここでパセリたっぷり加えて、で最後にですね、もうこの麺を加えて、で火はつけないです。もうこのオイルのですねソースをもうパスタ一本一本にまとわせて、はいはい、これでいい感じに絡んだので盛り付け入ります。はい、これで即席ベーコンのアーリオオリオ完成です。はい、いただきます。皆さん最高の即席ベーコンが完成しました。噛むとですね、やっぱりフライパンで最終的に仕上げたっていうのがあるので、旨味とかですね、豚肉の甘みもしっかりと感じられて本当に美味しいですね。で以前ですね、即席で作るパンチェッタも動画でやっていて、あと最近で言うと料理教室でもワンパンのカルボナーラを即席パンチェッタで作るっていうのをやったんですけど、結構ですね嬉しい声を聞くことが多くてですね、今回即席のベーコンも作っちゃいました。はい、ごちそうさまです。今日のこの即席ベーコンなんですけど、素晴らしいクオリティに仕上がっているので、ぜひ作って感想を教えてくれたら嬉しいです。はい、いつもコメントありがとうございます。楽しみに拝見させていただいてます。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。